どうも、くきでーす。辻切とえです。赤之助です。背景同色化したらどうなるのかドッキリ。カメレオンめんどくさい奥のやつに至ってはカズレーザーみたいな人もうレッドラインって呼ぶわ。ナイスネーミングですね。これ何これこの始まり方。今日何ですか？なんで俺の方がピンボケしてるんやない。確かに。これジャンプですよ。ジャンプ35号1020話ということで、いやびっくり顔いらんねん、ワノ国の1020話ということで、ロビン VS ブラックマニアだったわけなんですよ。その深掘り動画を今日撮っていこうという。つらいわ、ツッコミもう一人欲しいわ。小ヤッキーさん、はいまさかそれってはい。ヤマトの能力が明かされた号ですか、これは。聞いてなかったっていう。全部外ししたやつですか。まずですね、はい、ヤマトの能力、悪魔の実が判明したということなんですけども、はい率直にいかがですか？さすがだなっていう。さすが戸田先やっぱりさすがだなっていうね、とこですよね。なんかそういうなんかわけのわからない大口のまかみ、わけのわからないやつに言われてもなんかすんなり入ってくるんですよね、僕らに。そうなのよ。そこやっぱ書き方がうまいなってめちゃめちゃ思いました。多分大口のまかみ一気に調べられたよな、世の中でな。そう、今週アクセス数爆上がりしたと思う。爆上がりしてると思うで。そうそうそう。昨日、そして先週の僕たちのヤマト会というかジャンプ会ご覧になられましたよね。あ、もちろんもちろんもちろん。なんか補足して言うことあります？ヤマト会。ヤマト界ですか。まずは、属性かなと。属性。カイドウが要はボロブレスとか火を吐く属性があったんですよ。はいはい、本が火を吹くって感じですね。そうそう、そういうまさにそういうイメージで。トリプル A でいいな。関ジャニじゃない？グループチャ関ジャニじゃない？グループチャーじゃん。ほんまに邪魔した。あ、すいませんすいません。で、そのなんだっけ、ヤマトがボロブレスの炎に対して確かに関ジャニもやってるよね。そう。やっぱね、で、ボロボロスで火を吹いて、カイドウが火だったからヤマトが氷属性みたいな、感情じゃないかな、それやっぱり。そう。やっぱりこのワンピースの世界っていうのは、やっぱり定期的にこの火と氷が戦ってしまうんだなっていう。実際この赤犬と青生地が喧嘩したのも、ここに理由があったのかなっていうことを改めて思いますよね。確かにその伏線だったのかもしれない。あっさいことを僕言ってるよ。たびたびね、物語の中でそういう台風あったわけですよ。はいはいはい。例えば頂上戦争でもエースとクザがね、一瞬なんかバチッと。確かに確かに。そういう構図って二項対立分かりやすいじゃないですか。確かに確かに。これもそう親子で明確に2つ属性が分かれたっていうところで、これがなんかキーになっていく可能性もあるのかもしれないと。じゃあ今後はサボ VS クザが戦う可能性もあるよっていうことですね。そうですね。魂の再戦みたいなところですね。で僕今回そのお父さんと息子さんの戦い見ててなんか思ったんですけど、戦い方も技と技のぶつかり合いもあんねんけど、ちゃんと金棒同士でも戦ってんだなっていうことなんですよ。はいはいはい。で僕たちやっぱヤマトが初登場した時に、なんでヤマトの金棒だけ丸みを帯びてるんだということをずっと思ってたわけですよ。そうですね。それ僕今もう3つの可能性に絞られてるんです、自分の中ではね。何ですか？そう、1個はやっぱ戦いはそんな好きじゃないんだよっていう意思の表れ。なるほどなるほど。で2つ目はヤマトの武器にはニキニキ並みの能力が宿ってると思っていたから、だからヤマトは仲間になるんじゃない2級2級の法則はと、肉球ということで丸っこいやつがあるんだよと。で3つ目はお父さんとバチバチしばき合ってるんですよ。ですね。そうでこれまでもたくさん歯向かっていって戦ってたりしてたんで、お父さんのやっぱ金棒っていうか技が強すぎるからだんだん歯が欠けてったんだろうな。ああ、なるほど。それがなんか今のヤマトとお父さんの力の差やと思うのね、単純に。なるほど。っていうのがなんか丸みを帯びてた理由なんかなって思いました。僕はもっと元ヤンで丸くなったから丸だよっていう風になったのかなっていう。その肩着になったみたいな。そう元ヤンが丸くなったら武器捨てろや。そらなんで持ってんの？未練タラタラだったっていう。金棒の形一つとっても、そういうなんか性格の違いとかいろいろめっちゃ面白い要素が深掘れるなって思うんですよ。そうめっちゃ面白いんですよ。でしかも今回2つのね、その意思の違いで言うんであれば、ヤマトは開国したいけどカイドウはさせない、この対立をめちゃめちゃなんか明確だったんですよ。こんなにね揉めてる親子、カイドウの親子か大塚家具かぐらいですからね、本当に。ほんまに入ってないよね、多分ね。これは堂々と出しちゃう。そうそれぐらい揉めてますからね。一番若いです、これは。す
ごいね。その意見の対立がめっちゃ面白いと思ってて、要は僕らってこの1020話を読むまでは、カイドウの発言でめっちゃいろいろなんか予想してたじゃないですか。それこそそのヤマトを将軍に据えたい理由っていうのは、カイドウ自身もワノ国を開国したいからじゃないかなっていう考えもあったと思うんですよ。なるほど。なるほど。ヤマトを将軍に据えることで開国の条件を満たしますと。で開国した上でいろんなところから例えば武器を集めたりだとか、その古代兵器を探しやすいような環境にしていくんだっていうカイドウなりの考えあったかもしれないちょっと思ってたんです。なるほど。けど今回読んだらそうじゃないと。そうよね。断じて開国はさせません、させないとこう言ってるわけですから、カイドウは鎖国をしたままの状態で何かを成し遂げることが目的だったというか、それ明確に分かった。カイドウは気づいてるね、開国の意味を。そうです。知ってるよね、条件とかもね。だからいろいろなんか光月に聞きたいことがあったとかめっちゃ言ってたじゃないですか。そういうのが全部ここに繋がってくるってなって、そうそう、だからだんだんこのカイドウの今までの意味深発言が全部回収され始めたみたいな。確かに繋がり出しましたよね。そうそう、それがめっちゃ面白いと思ったんですよ。こっからさらに風ズ風並みにカイドウベラベラ喋るターンに入るんちゃうかっていう、この期待してるわけですよね。なるほどね。酒飲んどったからね、酔った勢いで喋っちゃうことも人生ありますよね。あれね、これはさ、この国は武器工場ってどう思います？武器工場ね。そう、確かに。なんかうどんってそもそも採掘場というか、なんかいろいろやらせてるけども、武器の工場を国ごと作っちゃうって前代未聞じゃないですか。ああ、確かにそうっすね。武器の国にしようとしてるってすごいよね。相当だから本腰入れてなんか世界征服みたいな動き出しかするんかなって。そうなんですよね。あそこどこでしたっけ？スコッチが守ってるカイドウの縄張りってあったわ。あったでしょ。ありましたドレイクが言ったとこですよね。そうあそこもそうなんかな。なんか武器めっちゃ作りたいからほんまなんか多分そうだと思うんですよ。工場っぽいんだよな。でそれこそドレスローザもなんかそういう節あったじゃないですか。地下の工場でいろいろ生産してたりとかあったんで、でフラミンゴもカイドウとつながってましたね。だからやっぱりそういう新世界の中でカイドウの縄張りみたいなところ全部そういうなんかルート化して流通させてたんちゃうかということになってるんですね。であとその武器工場もそうだしスマイルとかそういう人造悪魔の実っていうものに関してもやっぱシーザーとも結託していろいろルートを作ってました。そういうのをどんどん整えていくっていうことがまあ裏でねずっとやられてたことなんだけども、ここでまあ一回ちゃんと分かったっていうのもありますよね。すごいよね。めちゃめちゃ面白いです。だってカイドウぐらいの力と権威があればさ、別にその武器を作って売りさばく必要ってないじゃん。そうね。ああ確かに。だからあくまでも自分の110海賊団の戦力のためにやってるわけでしょ。そう。どんだけ強くしたいんほんまに。本当っすよ。そこまでやってもいまだにワンピース取りに行かれへんってどんなハードル高いの？でもカイドウってやっぱロックスにいて自分の船長多分最強やと思っとったと思うんですよ。でもそれがロジャーっていうやつにやられたからこの来たるジョイボーイとかロジャーの再来に対してめちゃくちゃ用意周到なんかもしれないですけどね。ああ、そうかそうか。どれだけ準備してもしすぎることはないぐらいの。で僕らはよく言ってるその差しでやったらカイドウが世界最強って言ってるじゃないですか。実はそうじゃなくて軍で見た時もカイドウが世界最強やみたいな展開が今後来るかもしれんなっていう。なるほど。そうか。カイドウって海賊として7回敗北してるって。そうだ。確かに。そうです。それがやっぱりカイドウ自身の反省として生かされてるかなみたいな。どんだけ俺が最強だと思ってても負けることはあると。だったらもう準備するだけし尽くしてもうこれはいけるってなった時にやっと動き出すんだなみたいな。確かに言うとったもんな、負けとは信じがたいことやで。そう言ってましたね。だからそれは例えばロックスが負ける姿を見てそう思ったっていうのもあると思うし、自分自身が負けた時にそう思ったっていうのもあると思うんですよ。だから例えばですけどカイドウその7回負けたうち誰に負けたかっていう内訳分かってないじゃないですか。そうね。で彼は白ひげとかロジャーとかいろんな人物いると思うんですよ。でも例えば世界征服の誰か、今この世界を牛耳っている誰かに一回戦いを挑んだんだけど任されたっていう経験があったとしたら、そこをもう一回挑むときに、その経験が生かされるとか確かにねって結構思うんですよ。でもどこのさ島にもやっぱ地下っ
とかで秘密の武器工場とか、はい、船隠してるパターン多くないですか？めっちゃ多いですでアラバスターの時にはプルトンがあるかもしれない、戦艦があるかもしれないって言われてて、空島の時にはマクシム作ってたわけだし、巨船ノアだって魚人島にあるし、どこの島にもなんか地下とか隠し武器みたいな船みたいなのがあって、確かにな。でちゃんとオロチもね軍艦取引してたから、どう考えてもこれ神木君も気になってたコマであったと思うんですけど、鬼ヶ島のなんか不自然ななんか扉みたいなのがねあったじゃん。ありましたね。あれは絶対なんか船の脱出ルートみたいな、そう思ったらなんか絶対なんか作ってるやろ。確かにな。まだ言ってないなんか生産してるものがあるかもしれない。それこそなんかこけしコレクターだったね、あの人。すき焼きさんが。すき焼きさんの。それもまあ出てきてないから、地下とかになんかごっついこけしが僕たちの想像を絶するデカさのこけしが。なるほどなるほどなるほど。そのこけしというのは実は僕たちのフィギュアみたいな感覚じゃなくて、宇宙ロケットかもしれないよみたいな。そう。宇宙へ行く準備をしてたみたいな。そこまで壮大なことがあって、藤山は発射台なんだよみたいな。なるほどね。そう、俺なんで昨日ね、俺センターオブジャース見たんですよ。はいはいはい。なるほど。センターオブジャースの最後って地底100何キロとかにいるんやけど、そっから地上に何度か帰らなきゃいけないから間欠泉から噴火みたいなやつ出るんだけど、あれと同じ理屈で宇宙に行くためのこけしちゃったらめっちゃみんな度肝抜かれる。いや、それはめちゃくちゃおもろいっすね。だから藤山とかそういうアイテム全部つながってるみたいな。はいはいはい。なんか俺は作ってんだろうなとは思ってんすけどね。なるほどね。そうなんかワノ国で最初に出てきたテレビアの非鉄さん、あの人もなんか美少女こけしコレクターで、なんでわざわざあの時にこけしっていう単語を出さなきゃいけなかったのって、その情報必要でしたってなんか思うじゃないですか。ほんまにだけど小焼さんが言ってる可能性が全部そこに集結していくみたいな。いやー、全然ありえますね。めちゃくちゃおもろいよそれ。だからこそワノ国って断崖絶壁の要塞なんだろうな、そこの空間が怪しいっていうのは結構ね、センターオブジャース以降その説をもうドゥエイン・ジョンソン様々みたいな。いやもうそれは全然ありえますし、まあ実際このカイドウが開国したくない派っていうことが今回まあ強く分かったってことで、じゃあ僕一つやっぱ思ったのが、この戦艦場海に割る必要なくないって思ったんですよ。どういうことなんか戦艦とかってやっぱ海で戦うからこそ強いもんじゃないですか。でもワノ国ってもう天然の要塞って言われてるぐらいやから、別にそこの周りのやつって固める必要ないじゃないですか。それこそもうキング1体配置しとくだけでビッグマム海賊団ですらこれ倒せるんよ。じゃあなめたいてる海賊やったらもう意味ないわけなんですよ。戦艦なんか使われてよキングで OK みたいなところ正直あると思ってて、じゃあ僕映画でシキッとおったと思うんやけど、その後あるとね、ふわふわの実で浮いてたメルビュって今この浮いてる鬼ヶ島と結構似てるなって思うんですよ。だから小田先生って四季をこれ原作に出すっていうことを言うてましたけど、ここの四季でやりたかったことを今カイドウで実はやってるんじゃないのかなって思ってて、でこの戦艦とかって聞いたらルローニケンシンのねこの煉獄の時代から僕ら海に浮かぶものっていうね当然の流れがあるわけなんですけど、そうじゃなくてこれ空飛ぶ戦艦なんじゃないのかなと。だから名前がヤマトっていうね息子をつけたんじゃないのかなっていうことを思ったわけなんですよ。まともな考察を。そうだからこれも宇宙戦艦やから間違いないですね。すごいや。それ当たってます。文字突っ込んでくれるとなんか妙になってます。いや、そうですか。こういうぶっ飛んだことは多分神木君とかやらない、言わない。そうそうそう。高橋さんとかまともな人なんで言わないんですよ、多分。まあ神木健二とキリン予想かぶったけどな。まあね。まともに安定して外しに行く神木君、こっぱずかしいのがめっちゃ面白い。いやまあでもあれはでも神木さんしか言えない根拠があったんでさすがだと思いましたね。僕たちではね、そのなんか見た目のフォルムとかっぽいだろうなっていうことしかないけど、証拠のエビデンスの数が邪魔。そう俺も大覚寺行ってんけどな。確かに再生させない。みんながこうだこうだこうだって言っててもやっぱり結局今回みたいな大口の真神とかっていうめちゃめちゃ意外なとこから出てくるわけじゃないですか。そこが本当ワンピースらしさだなっていうところも思いますよね。僕先週言ったんですけど、どうやら大口の真神っていうその狼の化身みたいな神みたいなやつはどうやらもののけ姫でいうとこのモロっぽいぞみたいな。お前にさんが救えるか。いや別にお前らお前らこそ怒れてるよ。人のことを言うな。一緒ですね。
やったねそのくだりは。赤いぞ我々は赤い赤いそしてここでもう見るんやめた人今全員これシステムなんですよね。だから仕組み化されてるの完全にこれ自動化されてるの。これはブルックの斜め45度のこれと同じなの？パンツ見せてくださいくらいの。そうなくてもいいけどなきゃブルックじゃないでしょ。なんかですよ。これなかったらのすけちゃうんじゃないでしょ。そう私じゃないです。私は分かる。僕早く公式のやってほしいもん。確かになんでやんないの？そう待ってんすよ待ってんすよ。はい、ぶっこんでいきたいと思ってるんです。カットされちゃうかもしれないですよ。それは待ってください。はい、本当に。この後の最後までの展開でなんか僕らのジャンプ界で補足しなきゃいけないようなことありました？まあアナザブルでもちょっと言ってることですけど、はニコ・オルビアさんとクローバー博士ですか。我らがクローバー博士、はい登場したじゃないですおか。ーあとサウロさうんんね、こういった過去編で出てきた面々がおー再度出てきたと。おうでこの意味をちょっと考えたんですよ。はいということは、まあ、やっぱり例えばサウロとかってクザンがその最後の情けをかけて、まあ生かしといたじゃないのみたいな、はいそうねそういう話あったじゃないですか。うんけれどもタイムカプセル。そうけれども今回こういう出し方をしたっていうことはやっぱり確実になくなっているんだよ、もう生きてはいないんだよってことを改めて強調した意味もあったのかなって。なるほど。おー逆にね。そう希望をなんか立つためにはいはいはいっていうなんか意味もあったのかなとか。あとまあナンバーズ思ったより弱いよねっていう。確かに。あ、ほんまやな、このクニャの。そう、ん昨日触れへんかったんやけど、そうなんかもうクニャン言われたらもうやる気あんのかと思って。名前がちょっとなんか弱々しいみたいなのもありますけど。今もだってナンバーズってこのラベルで合ってたっけ？あーどうで、あ確かになんかハッチャとかはなんか角生えたらね特殊なやつだったんですよ。へそうなんかだからほんまにザッコの扱いなのかなまだ全員のね、ナンバーズが分かってないから。そう上の3つとかも全然できないですよ。123。おーじゃあもしかしたらこの数字の序列で強くなってるみたいなね、ブリーチのエスパーダみたいなノリかもしれないしね。そうですね。あとはブルックのこと言いたかったです。ブルックね、コールドソウル、はいはいはいはこれ発動しましたね。はその前のブルックの発言、い。はい。あの武器が生き物ならおうって言ったんですよ、ブルックは。はいで、ブルックってそのホールケーキアイランド編で一回そのビッグマムのホーミーズたちの魂を浄化させるみたいなそうね。やつやってたんですよお。うで、僕あれを読んだ時に、あそこからもうずっとその悪魔の実で魂を分け与えられた存在はいみたいなものに対しての力かなと思ってたんですよ。おうおうけど今回読んで、思ったのは、あ、そうじゃなくて魂があるものだったら全て対象になるんだなっていう。ああそうだから今なんか僕そうブルックってめちゃくちゃ強いと思っててそう今回のこともあってソウルのレベルが自分より下の生物あ無条件に殺せるそう超雑魚狩り専用能力みたいなところがあるんちゃうんかなと思ったのよそうなんですよ。そうだから覇王色とは違ったベクトルのうんなんか覇気じゃないですけどうん雑魚狩り能力というかそういうのあんのかなっていう全ての生き物の魂に対してこういう力を使えるんだったらめちゃめちゃ強いなって。ブルックに興味持ってやってほしいい。いや、持ってる。あ持ってる今頃と思ってなんかもっと早うやれやっていう。あブルックに対してねそうあ怒ってるんだねあそういうことですね。書き方としてね。あーはいはい、生き物ならって言ったんだったら、ブラックマリアにやっといいじゃんってますよ。まあ、格がちょっと高いかもしれないからなるほどそうそうブラックマリアはソウルのもう今までちょっとルールが分かってなくて、うんはいはいその例えばそのキビキビの実のおたまちゃんのやつだったら、はスマイルに乗る人には効くわけだよね。そうねそうですね。そうっていうことが分かっています、ローボスやったら効くって分かってます、じゃあゾーン系の能力者はどうなのみたいな分かんないじゃんね今のところ分かるそうですね。そうっていうようにこれはスマイルだから効いてんのみたいなのかなと思ってあーなるほど。だったら本体のブラックマリア生きてるんだったらやったらいいんじゃないのって思っちゃう。まあこれはコールドソウルという技はですね、はい解説しますと、まあ、このコールドっていうのをねみんな冷やすことやと思ってるんですけど、まあ、実はやっぱこれ違うんですよね。何まあこのワンピースっていうのはこれ小田先生も直々に言われてるんですけど、この戦いで人が死ぬこと少ないじゃないですか、これなんでかっていうと相手の信念をへし折ることを戦いの目的としてるっていうのは実際言われてて、ほんまに詳しだったな自分が。ありがとうございますこれなかなか普通ですよ。SBA って書いてあるこれ。そうそう、はいそういうこと言われてるわけなんですけど、うんじゃあこれから考えるとこのコールドスリープのコールド間違えたコールドソウルのこのコールドっていうのコールドをスリープ他で聞いたことあるんですけど。これあっちと渡ったんやけどあっちですねそう、はいこのコールドっていうのはコールドゲームのコールドなんですよね。
やっぱコールドゲームされるぐらいこの魂に核があるからこの技食らうだけでもう信念がへし折られるよっていう。なるほど。そう分かった。じゃあ翔平大谷が打つたびにそのエンゼルファンはわー盛り上がるけど相手の投手膝ついちゃうぐらいもうコールドしちゃうみたいな、そういう精神的な対比も生まれるわけです。そうそういうことなんですよ。はいそうでもあとさ、この次のコマでですね、パキパキっていうふうにちゃんと凍ってるシーンがあるんですよ。それはコールドとかけてるんよ、冷たいのと。そうそうそう、やっぱね、これ分かりますか？この満塁ホームラン2回敵にね、巨人に打たれた阪神ファンは、パキパキって凍るわけなんですよ。そういうことなんですよ。で、その次の技もね、アイスバーンなんで。そういう技もあるよ、黄泉の歴使えるんやから。そこはいいんまあここでそのなんか結局ロビン VS ブラックマリアっていうタイトルだったんですか。けど決着つかずに終わっちゃったなっていう。いやそうね。これなんかあと一歩で決着好きなところこの扉っぽさほんと終わんないっすよね。そうなんですよ。この前のさ佐々木とクランキーちょっと微妙な感じで最後そう最後とどめをさせたところ分かった。そうさせたみたいな。そうよ。なんかちょっとね終わり方フーズフードね今まだそうですよね。結構もうおしゃべりキャットの登場にワクワクしてるんやけど。待ち望んですね我々そのロサミア・グラブ・ギャリーをどうやって倒すのかって。さすがですね。一回は言ってもらいたいと思いました。でまあちょっと最後のページいきますけれども、やっぱねもう一回連れていけというのはやっぱりアラバスタを彷彿とさせるなっていう思いましたよね。なるほどね。ビビが突き落とされる時にペルに乗ってるビビがドドッと現れた。お前の声だ。そう私に聞こえてるっていう場面。あれがまた再来するんじゃなくて興奮、もう今からねもう興奮しちゃってるわけですよ。要はですねヤマトがボコボコにやられてもうとどめ刺されるんかぐらいの時にもしかしたらルビーが竜に乗ってトワー現れて新技でカイドをパーンやるみたいな。この間にパワーアップできますかね。そこですよね。ちょっとなんか確かにカイドはほんまに強いよ。強いね。マジで前コヤッキーさんおっしゃられてたと思うんですけど、そのなんかちょっとした修行期間みたいなものを設けないとみたいな、ここをどうね乗り越えていくのかがねちょっと勝つためにはやっぱ必要な部分だと思うんで、どう修行するかよね。でもそうでここであえてカリブを出した意味って何だったんだろうねえ本当に。もしかしたらカリブの能力で上行けるかもしれないけどな。上行ける。上の沼と通じてるみたいな。上の沼と下の沼で通じ合ってるぜみたいな。こんなこともあるから上に行ける沼残しといたんだ。じゃあ脱出できてるよ国から。いやいや、同じ国の中で多分無理なんや。何そのルールの縛り。ほらミラミラの実の鏡と一緒よ。そうなんかそう沼を作っておいて沼スポットが置いてるから。モモなんで来たん？そうね。この後また泣くから無理だよーみたいな。いやもうええわ5年なんやもういけやもう桃之助も龍の能力これちゃんとちょっと本格化したさ龍っていうものを見せてほしいなとかありますし、確かにねですね。やっぱこの後すげえ楽しみだと思ってます。それでは元気よく言った方がいいかな。いやこの人よね今ね。そうですか。先般は。なるほど。はい、というわけで今日は楽しかったでしょうか。はい、コメントください。高評価ください。チャンネル登録お願いします。あなたもお願いします。それでは See you。関ジャニがトリプル A か分かったらコメントください。最後のサマーウォーズなんだけどね。なるほど。そうサマーランド行こう。サマーランド誰も分かんない。スパワールドだね。ドンラーマスっていう世界の大音楽。そう挨拶こういうことね。こやちゃんクルーがこの夏アゲアゲ楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。